なんか韓国人のような日本人が街中に増えた全方位で韓国化してきてるよね。いろいろと背景があって、日本は韓国からライバル国とされている部分があったけど、日本の方は韓国を好きになって評価してるという不思議な現象だよ。日本には自分たちにないものを認める素直さと柔軟性がある証って言っておく今回は日本人が韓国に惹かれる理由について整理していくよ。スルッとチャンネルが始まる一つ目に、速さ、早くを意味するパリパリが彼らの口癖で、何に対してもすぐやるが基本らしいよ。韓流ドラマも展開が早くて助かる二つ目に、人対人が熱くて近いこと、告白やプロポーズをイベント化したり、毎月交際記念日を設けるとか、恋人たちの異常なまでの熱さは有名。あと韓国で日本人が道を尋ねたらその場所を調べて一緒に来てくれるほど世話焼きだったなんて話もある三つ目に、清潔な色気、K-POP の影響もあってか、今世界一かっこいいのは韓国人とまで言われてるよ。意義ありと言いたい人もいると思うけど、まあ聞いて、韓国人は色気と清潔感を併せ持っていて、 BTS なんかはビジュアルも踊りも歌も見事に色っぽいし清潔だよね。そこは認めるしかない。意義ないその秘密は肌の美しさもあるみたいだよ。日本人が韓国美容にハマるのもそこへの憧れがあるんじゃないかな。4つ目に、一生懸命で必ず結果を出してくるところ。 K-POP を例に出すとダンスはきっちり揃っててかなり綺麗だこれ言われると日本は痛いよね。日本も最近は上手なグループ増えたけど前はよく下手って言われていたK-POP アイドルは1日18時間もレッスンするんだって。だからあのクオリティの高さなんだね。諦めない国民性だから自分にも他人にも厳しい上にとてつもない競争社会だし、中途半端なことをやったらすぐ排除されるんだもし成功しても気が抜けないよ。次々新人が生まれてくるしね。そして5つ目に、自分の役割に早く目覚めること。儒教の影響か、年齢がたとえ1歳上でも先輩として敬うように、仕事でも自分の位置を見極めて早く進んでいく考え方が根付いているよ。激しい受験戦争もある韓国人は大変そうだね。なんて日本人がホッとしている間に彼らは前に進むんだよ。じゃあ韓国人は日本に来たら楽な部分が多いかもしれないそうそう。上下関係は日本の方が緩いし、チャンスの機会もつかみやすいかも。兵役もあるから自分はいつ何をすればいいのか若いうちに考えるし、大変だね。あと野心があって成功しようとする思いが強い。そんな彼らに比べれば日本人は良くも悪くも生き方がのんびりで幼いかもしれない最後に、韓国人は愛情深い、さっきの仲間意識が強いという一面にもつながるけど、とにかく家族愛、人間愛が強い。そこが人の心を打つんじゃないかな。なるほど。その熱で来られたら引き込まれそうだ初めの方で言った韓国人の特徴の人対人が熱い近いって話だけど、ここでちょっと警告があるよ。残念なことにこの韓国ブームのせいか悪質な男性も増えているんだって。実はそれよく聞く今はアプリやゲームですぐに人と出会えるし、そういうのが日本でも当たり前になってきてるけど、手っ取り早く出会えるということはトラブルも多くなるってこと。日本人女性からの苦情がネット上に上がることが増えたよ。もちろん逆に男性が振り回されるパターンもあるみたいだけどね。それは日本人女性が韓国のドラマの中のキャラクターと出会う韓国人男性を重ねちゃうのが原因。それはあるかもね。自分もあんな風に言ってもらえたり接してもらえるんじゃないかってなっちゃうのかな。実際初めはそうかもしれない。でもやっぱり韓国人も人によるわけで、ドラマのような行動を四六時中はできないのが普通だよ。あとドラマへの憧れは関係ないにしても、韓国男性は女性へのマナーや接し方が優しいから、そこをよく受け取りすぎる女性もいるのかも。女性には優しく接するという文化というかマナーが備わってるだけで
特別にやっていることではないかもしれないってこと。まあ全部が全部じゃないよ。でも異文化は新鮮に感じるかもしれないけど注意しないとね。舞い上がってる最中の女性には厳しい言葉だじょ。何度か痛い目を見れば目は覚めると思うけどね。何度もは引っかからないでほしいじょ。でも日本でモテてる韓国人男性は韓国でもモテるのかな。それが韓国の女性には日本の女性以上にきちんとまめに本気で接さないと振られちゃうよ。韓国の女性に注がないといけない熱量の方が大きいから大変みたい。初めだけとか表面的な態度は許してもらえないんじゃないかな。その点日本人女性は些細な優しさにもあまり慣れてない。言い方悪いけど良いかもになり得るってこと。へえ、そんな。とにかく韓国の早く熱く愛を持って一生懸命ってとこは日本には足りない点。日本は今までなんだかんだ世界で1、2を争う国だったのに円安だし国力も個人の力も弱まってる。隣人に憧れているだけじゃなく頑張らなきゃね。こんな今だからこそ日本人ももっと熱くなってそのうち日本ブームを巻き起こすんだじょ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。